感じに飛ばせています。プリミティアプレイヤー L です。今回はフライングディスクランチャーを作ってみようと思います。空力を工夫した円盤を作っていい感じに飛ばしてみたいので、うまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは前回作った大型ディスクランチャーの円盤をベースに斜めに角度をつけたセラミックスの刃を追加したら、同じ角度をつけた刃をぐるっと一瞬貼り付けていきましょう。最後の方は貼り付けるのが難しいので、少し隙間が空いたアルファベットの C のような円盤になりました。こうすることで、この円盤が回転するとき、上方向に浮力が発生して、飛距離が伸びるんじゃないでしょうか。手で持って投げてみると、それっぽくいい感じに飛んでいます。これを火薬で飛ばせば、さらに遠くに飛ぶはずなので、火薬をつけて飛ばしてみると、あれ、飛ぶ方向がおかしいです。火薬が円盤に当たって、方向が変になってると思ったので、火薬をゴムの板で囲んで、周りに影響しないようにしました。そうすると、今度はちゃんと飛んでいます。でも、この円盤はそれなりに重量があるせいか、ちょっと弾速が遅いですね。そこで、もう少しだけ大きくした火薬と、古代の合金を離してくっつけたものを用意して、円盤にセットしたら、もう一度飛ばしてみると、弾速が速くなりました。ちょうどいい速度です。飛距離もなかなかありますね。火薬をカバーしているので、上下に2つ並べても、上から点火すれば誘爆しません。なので、こうやって並べる数を増やしていって、全部で10発の円盤を発射できるようにしました。もっと数を増やしたかったんですが、部品点数が多すぎてゲームが重くなってしまうので、私の環境だと10発くらいが快適に扱える限界みたいです。基本的な仕組みはできたので、こちらを手に持って簡単に発射できるように、レーザーやベアリング、トリガーを利用した発射の仕組みを取り付けていきます。円盤の形状のせいか、若干右側に飛んでいくので、それに合わせて方向を補正したレーザー照準器も追加しました。それでも狙いがずれるので、自分で方向を補正する必要はありますが、大体の狙う目安にはなってくれそうです。これで上に向かう浮力のある円盤を発射するフライングディスクランチャーの完成です。カメラに向かって撃ってみると、それなりの反動はありますが、ちゃんと円盤が飛んでいる様子を楽しみながら、順調に撃つことができています。今度は近くに生えている木を狙うと、いい感じに飛ばせています。当たり判定はそれなりに大きい円盤ですが、飛ぶ方向はレーザー照準の位置からも若干ずれるので、よく見て補正しながら撃たないと、命中させるのは難しいです。でもその分当てると楽しいですし、ちゃんと回転しながら飛んでいく円盤もなかなか見応えがあるので、いい武器になったんじゃないでしょうか。今度はロボットを狙うと、なかなかの威力を発揮して一撃で倒してくれました。当たり判定も大きいので、近距離で動くロボットにも当てやすいです。でも倒せないこともあるので、過信は禁物ですが、それなりに狙いやすく当てやすいので、動き回る敵を狙う武器としては、なかなか優秀だと思います。そして、古代のコアを狙っても、多重ダメージを与えて、第1形態、第2形態と破壊して、第3形態には苦戦しましたが、ちゃんと当てることができれば、一撃で粉砕できました。しっかり倒した感があって楽しいです。では、いつものように巨大な木から狙っていきましょう。円盤に重量があるおかげか、それなりに離れたところからも安定したダメージを与えられます。隣の木にも当たってダメージを与えることがあるのもいいところですね。そのまま全ての円盤を発射して2本の木の葉っぱを破壊することができました。ドローン工場の壁を狙っても、たくさんあるセラミックスの刃が多重ダメージを与えて、かなり効率的に破壊できています。
その高い攻撃力で、ドローンのスポナーもついでに破壊できているところが、なかなかすごいところです。そして、風力発電機を狙うと、なかなか当てるのは難しいですが、当てることができさえすれば、一撃で破壊できました。なかなか強力な武器ですね。一度狙いをつけられれば、当て続けることは難しくはないので、ボコボコに破壊できました。それでは次は、こちらのザコキャラのターゲットを狙って、フライングディスクランチャーで攻撃してみます。果たしてどれくらい倒すことができるんでしょうか。砕け散れー。一発の A 番が複数のザコキャラを捉えて、いい感じに破壊しています。こういう並んだキャラに対しても、なかなか有効な武器みたいです。上からの視点で見てみると、その破壊力がわかりやすいんじゃないでしょうか。ザコキャラたちの方も、こんな痛そうな攻撃を食らうのは、なかなか辛そうですね。ちなみに私の視点だと、こんな感じです。トリガーを長押ししすぎると、誘爆して同時発射するので、注意が必要です。トリガーを少しの間だけ引いて、一発ずつ発射していきましょう。レーサーサイドより、若干右側に弾がそれるので、うまく照準を補正して撃つのがコツですね。それでは最後は、イエロースライムに効くように、それぞれの円盤に銀の刃を取り付けたら、こちらの巨大スライムを狙って攻撃してみましょう。果たして倒すことはできるんでしょうか。いきますよー。発射ー。しっかりダメージを与えて、スライムの耐久力を削っていきます。そして、やったー !4735 ダメージ。巨大スライムを倒しました。順調にダメージを与えて、いい感じに破壊してくれました。それでは、この勝利を祝して、スライムを燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも美味しそうに焼けたので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれたフライングディスクランチャーさんにもお裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、まー